モ活時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンダム BB 戦士新 SD 戦国伝超機動大将軍編武者ゴッド丸、1995年発売のキット。今回は塗装パートその2、武者形態とスーパーモード爆熱の陣編です。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはパレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。今回はこのライトフレッシュを使いましたが、他によく使っている下地塗料では同じファレホのゲームカラーエルフィックフレッシュ、シタデルカラーでベースコラックスホワイト、レイスボーン、レイヤー、ホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュなんかがあります。色分け最初はシタデルカラーのベースレトリビューターアーマーです。金色、刀や鞘の一部に下地が完全乾燥の後に塗りました。塗料は水性アクリルのファレホを基本にシタデルカラーを要所で使ってペイントをしました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。続いて赤の色分け。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。下地も効いて一発で色が乗っていきます。党派の羽織、刀の一部に。ゲームカラーのブラックです。こちらも党派の羽織の一部などに。水分量をうまく調整しながら極細筆で墨入れ的に使いました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。銀色です。ゲームカラーのシルバー、兜、刀の刃の部分に。細かい箇所もありますが、とても発色の良いカラーでスイスイ塗れました。モデルカラーのライトグリーンです。兜のメッキパーツにスポットで。下地も効いてうまく色が乗りました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。青です。ゲームカラーのマジックブルー。兜の一部に主に使用しています。なかなか隠蔽力強く優秀な塗料です。モデルカラーのライトグレー。水で薄めて白の成形カラーパーツの各所に墨入れ的に使いました。色分け最後はモデルカラーのホワイトグレー。バックパック、刀の鞘の部分などに色分け箇所がありました。少しグレー味を帯びた隠蔽力の強い白です。シタデルカラーテクニカルのラーミアンメディウムという溶剤塗料を使いながら筆ムラにならないように色をのせました。オール筆塗りで色付けをしていきました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。肩アーマーにシールで爆熱の門を貼り付けます。 V 丸は7人の超将軍編で機動武者大鋼に乗り込み、神聖闇軍団と戦いました。勉学だけで平和は守れないと知り、超将軍の一人爆竜ガンダムの下で修行します。腕部に肩アーマーをジョイントします。党派の羽織、そして木が満ちる時に文字が浮かび上がる爆熱の門の変形はなかなか見応えがあります。鞘に刀を収めます。バックパックを取り付けます。組み立てはスーパーモード爆熱の陣にて行っています。兜をジョイントして完成。フロントビューからリアビューがこちら。
今度は2段の羽織を装着した武者形態に。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー141武者ゴッド丸塗装パートその2武者形態とスーパーモード爆熱の陣を完成しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。